お前が死ぬんかいということでね。いや、そろそろ皆様も、犬のシャ姫最新話読んだんではないでしょうかという感じでね。やっていきたいんですけど、いつものようにね。いやー、完全に予想大外れでございました。でもですね、そうは言いますけど、やっぱその椎名先生の手のひらの上でね、うまいことを転がされたんじゃないのかなとまだ僕は思っているんですが、はい。話していきたいかなと思います。で、いつもはですね、ある程度、こうね、順序立てて、こういう話があったよからの感想をね、言ってるつもりではあるんですけども、今日はちょっとさすがに、一番ね、話したいところからやらせてもらってもよろしいでしょうか。やっぱまずこの翡翠が死んだところの感想からね、話していかないと、ちょっと、進めていけないよ。改めてね、まさかその翡翠が死ぬなんてっていう話していきたいんですけど、確かにね、驚きました。全くね、予想だにしてなかったとこではあったんで、翡翠なのっていうことはあったんですけども、でも、翡翠だったことに、なるほどだと。そっちね、と。実はね、感じる点も多いわけでございます。ずっとこう、琥珀が死にますと断言していたので、何をね、今さ、一切翡翠のことを触れてもなかったのに、何を言ってんだという感じもあるかもしれませんが、やっぱその少しね、前の話思い出してみますと、やっぱその死の予兆のところですよね。サンゴさんの鼻緒が切れたというあのシーン、やっぱ重要なね、ヒントとして組み込まれていたのかなと思います。やっぱね、自分のね、息子が死ぬわけですから、そりゃ、鼻緒の1本や2本切れますよ。もっと切れてもいい具合ですよ、と。で、なおかつ、その、琥珀さんのね、フラグっていうのはやっぱすごいあったんだけども、このままその琥珀が死ぬじゃ、さすがにそのまっすぐすぎるがゆえの、それをミスリードとして誘い出してからの予想外の翡翠にね、実はしておきましたよっていう、椎名先生の遊び心だとね、僕は勝手に思っているんですけども、ここら辺のね、なぜ翡翠になっていたのかだったり、その、物語の組み立て方とかいう部分は、その次回34章だったり、その椎名先生のブログですよね。今月はちょっとお休みみたいなので、特に情報はないんですけど、更新された時に何かしらお言葉ね、またあるんじゃないかなって感じでね、改めて今月33の章犠牲、ちゃんとね、振り返っていきますと、この前0編がね、完全終了しましたので、次はこのキリン丸との戦いにね、入っていくわけでございます。ですが、その三姫の前に現れるのは、キリン丸の小姓頭、明道丸さんと。こやつがですね、なかなか目を見張る、実力者でございまして、そもそもね、この大所帯に対して一人でね、突っ込んでくる時点ですごいなって話なんだけど、なんといってもまずこいつの能力、びっくりですよ。自身を稲妻に変えて瞬間移動できるっていう、もうこれ、強キャラねしか許されていない能力に加え、相手の心を読めるというね、チートスキルも兼ね備えているわけですから、びっくり仰天でございます。ちなみにこのね、心が読めるっていうのが発覚した時に、明華さんだったかな確か言っていたんですけど、前作犬夜叉でもね、古神家という心を読めるっていう妖怪と言いますか、奈落の分身がね、すぐ退場していましたけど、登場してまして、犬夜叉一行がね、苦戦するどころか、手伝いが砕かれてしまうよとかね、話あったんだけど、能力を考えても、実力的に、さらにその上を行く明道丸さんを、ループ中に戦ってるとはいえ、さらにその上を行く殺生丸さんやっぱ強すぎっていうのがですね、この戦いでは、よりね、分かってきた、見えてきたんではないのかなと思います。続いて、そんな明道丸さんのね、目的何しに来たんだっていうところをね、少し解説していきたいので、そのために、その明道丸とのこの戦い、何があったのかっていうのをバッと、ちょっと言葉ではありますが伝えていきますと、その強強能力をね、ふんだんに使いまして、まずこれ、トワとセツナを狙いますと見せかけたフェイントからのモロハ狙い。これすごいよ。をすることで、殺生魔の陸の意識を向けさせますが、これもさらにフェイントでして、残りのね、まだ意識をね、揺さぶれてない中から一番危険視すべき存在であるキララ。この中でキララを選んだっていうのもね、なかなか目があるなってとこなんですけど、そのキララの動きを封じるために、主であるね、琥珀に対して必殺の一撃を放つんですけども、それはですね、ここを読んでいた殺生魔様によって、止められてしまいますが、ここの時点でも全員を翻弄したことになりますので、本命であるリオンの体を破壊しますよと。
で、その後3位にですね、ちょっと欲を書きました。まだやれるぞと思った、メイドマルさん。刹那へね、追撃を仕掛けるんですけども、これはですね、おそらくですね、この戦いの場においても刹那を守るということだけに、もう注意をね、向けていたんでしょう。翡翠さんのですね、身を挺したカバーにより防がれてしまいますが、まあやっぱりですね、メイド丸の攻撃、人の身ではね、受け止めきれることができず、まあ重大なね、ダメージを負ってしまいますよと。しかし役目を果たしですね、まあ離脱しようとしたメイド丸さんもまたですね、邪剣、殺生丸のコンビネーション攻撃により、瀕死になり、逃げていきましたねっていう動きがですね、ここ20ページぐらいにかけて展開されていたわけなんですけども、いやもうほんとね、ここのノンストップの戦闘が、まず楽しすぎる。まあ、前提として誰かが死ぬっていうところもね、まあ、相乗効果としてはあったのかなと思うところなんですが、やっぱ誰が死んでもおかしくないわけですよ。ここの戦いって本当に。だから、みんな狙われてるっていう風にね、なりますし、もう濁流のように押し寄せてくる、この攻防っていうのもまあワクワクしますし、やっぱ殺生丸様強すぎるなという。結局この中でね、うまいこと、行動できたっていうのがね、やっぱ殺生丸邪剣、あと翡翠さんぐらいしかないのかなと。考えるとやっぱそこにね、収束しちゃうんですけどね。もう殺生丸さんまで良くないという。まあ多分良くないんだけど、まあ現状そう思えてしまうぐらい強すぎて草だなって感じだし、まあでもこの人数相手にですね、大打撃与えつつ、生き延びた、まあ、メイド丸さんのことも称えられるべきなのかなというのがですね、まあここの戦いの、とりあえずの感想でございますが、まあ本題のね、ところ戻りまして、この戦いを見た上で、そのメイド丸さんの目的何だったのか思い返してみますと、まあ一番はですね、言葉でも言いましたが、リオンの体の破壊っていうところになるかなと。これなぜね、キリン丸の娘をと少し思うかもしれないんですが、まあ皆様も知っての通り、リオンっていうのはですね、反抗の術によりまして、土の体に魂を宿らせ、現世にね、留まっている状態でございます。で、キリン丸っていうのはそんなリオンを生き返らせるためにね、まああの手この手動いているわけなんですけども、まあこれまではその、可愛い子には旅させろリオンと言いますか、まあ親心でね、しばらく自由にさせていたんですが、まあそろそろリオンの魂を自身の手元に、置いてきたかったのかなということで、まあその呼び寄せるのにね、魂を呼び寄せるのに邪魔となるリオンのね、土の体を狙ったよっていうわけでございます。まあだからここもね、それほど待てにキリン丸さんの計画っていうのが、その時の風車によってもたらされるキリン丸のための理想郷計画っていうのもですね、だいぶ最終段階に入っているんではないでしょうか。続いてこれも戦闘面の話でありつつ、そのメイド丸自身も疑問に抱いていたところなんですが、その狙いがね、リオンであるということを知っていたのになぜ殺生丸は、琥珀さんをね、守っていたのかという話。というのも結局ですね、まあこの行動によりまして、琥珀の命は救うことはできたんですけども、代わりにリオンは奪われてしまい、翡翠もね、死ぬ結果となってしまいましたよと。で、こうなることをですね、まあ知っていた殺生丸、なぜこの選択をしたのかという話なんですが、まあ一番はやっぱりそのメイド丸をね、撃退するための行動ですよね。そのリオンと翡翠を犠牲にしなければならないほどの強敵であり、まあループを続けた中でも最もこうね、被害が少ない結果がね、これだったのかなとか、で、さらにちょっとね、妄想度合い高めますと、もしかしたらですね、まあこれまでのループの中で琥珀だったり、他の仲間がね、死んでいる世界線っていうのがね、まああったのかなとか思うんですよ。で、その中でも、まあいろいろ人が死ぬっていうのが、逃れられない運命としてあった中で、まあ、今回のね、ルートが一番、そのキリン丸のところにも刃が届く上で、その選ばざるを得なかった選択だったのかなとか思ったりしましたけど、まあここら辺もね、またちょっと、お話次回あるのかなって感じですね。でもとはいえですね、でも翡翠さんなら死んでもいいのかということでね、翡翠さん次回どうなるのかってとこなんですけど、まあ多分死んでもよかったんだろうね。という話なんだけど、というのもやっぱりその転生があるから大丈夫だよねっていう話でして、だからこれもその誰が死ぬって話をなった時に翡翠をねちょっと省く要因になったんですが、まあ、結局生き返れてしまうわけですよ。なんか死というにはあまりにもっていうね感じがあったけど、でも生き返れんとやっぱ良くないか、翡翠かっていう風にもね、まあここは改めて思いました。
で、椎名先生もですね、次回はアニメを見ていたらわかるという話をしてましたので、何かしらそのアニメのオマージュ展開、要素をね、入れてくるとしますと、やっぱその、翡翠さん自身が、なんか命の危機に陥るっていうのはね、アニメの方ではね、なかったので、やっぱまあ、刹那が死んだ時の、鳥羽が天聖画を使うために、まあ、力を振り絞ったっていう話の、まあ、翡翠さんバージョンとかがあって、まあ、やっぱ死ぬことは実際ないよねって、思うよね。さすがに、死なないよね。死ぬ死んで、最終話で翡翠の墓に花を添える方のアレンジでしたよっていうのは、さすがに悲しすぎるよね。からまあ多分ね、まあそれなりに安心して次回見れるのかなということで、今回もですね、まあなかなか展開が動きつつも、またもや次回がね、非常に楽しみになるような、コミカライズマン汎用なジャイメ33の章、犠牲の話でございました。